うわ、何このパンツのシワ、やっべ。どうも、本格的にビプラ沼にはまり始めた男、ヒデチューブです。お疲れ様です。ということで、武器屋の JK 第3弾です。私もともと美少女プラモにはそんなに興味がなくて、そんなのもあるんだぐらいの感じだったんですけれども、ズブズブと沼にはまり込んでいってしまったのは、大体この人が悪いです。お友達のもじゃおやじチャンネルなんですけれども、彼はもともとプラモデルは全然作ってなくて、ただガンダムが好きだっていうことでガンプラを進めて、見事プラモデルの沼にはめることに成功したんですけども、気がついたらビプラばっかり作ってて、とある日喫煙所で話してたらいきなり「おいヒデチューブ知ってるか、女子高生のビプラがあるんだぜ、あれめっちゃ欲しいんだよね」とか言い始めて、あの時はね、正直思いましたよね。妻子ある身で40も過ぎてこんなこと言うなんて、このおっさんもうダメだなってね。とはいうものの、私もプラモ業界を愛する人間としてですね、美少女プラモがどんなものなのかを一度確認せねばなるばいと思いまして、総裁少女亭のラインナップを見てたんですけれども、第1弾と第2弾に関しては、こんなのがあるんだ。まあまあ、そんなに好みの女の子じゃないなと思って第3弾を見た瞬間、これはダメだ。買うしかないなって思いましたね。まさか沼にはめた男に沼にはめ返されるとは思わなかったっすよ。最近武器屋の新製品の予約が始まると全くサイトに繋がらないらしいっすね。このキットの予約が始まった時も当然のようにサーバーが落ちたみたいで、ついたあだ名が武器屋を殺した女ですよね。単純に需要が盛り上がってんのか、それとも転売屋が群がってんのかわかんないですけど、サバ落ちしない程度には何とかしてほしいですよね。ちなみに Amazon だと予約開始のタイミングがちょっとずれてたりしてあっさり買えることがありますんで、公式サイトで買えなかった方はそっちを覗いてみるのもいいかと思います。おお、めっちゃ肌色。思ったより部品多い。最近部品少ないプラモしか作ってなかったんで心が折れそうです。おお、すげえ。パステルカラーだ。昔秋葉のエロゲー屋に行った時に似たような気分になりましたね、そういえば。説明書通りに行くと、まず組み立てるのはポニーテールですけれども、部品が繊細、細い、折っちゃいそうで怖い。これは気をつけて組むしか手段はないですね。前髪の部品も毛先がすごい繊細なんで、組み立てるのはかなり気を使いますね。怖い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 。折っちゃいそう折っちゃいそう。あもう一個か。怖い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 。折れる折れる。いやなんかしっかり奥まではまらんし。いや、力かけたくねえな、ここ。もうちょっと。なんとか組めましたね。折らずに済みました。髪型は3種類付属してまして、1個目がポニテ、2個目がロングのストレート、3つ目がお下げ、三つ編みのお下げですかね、これは。パンツがね、パンツの作り込みがやばいんですよ。シワとか造形とか、パンツの上のちょっと見えてるお尻の割れ目とかがもうすっげえエロいの。もう一回言います。すっげえエロいの。何これ、寿頭おかしいんじゃないの。はい、足です。やばいですね。ニーソにムチムチの太もも。やばいですね。この太ももとニーソのこの境界線のムチムチ具合、わかりますかね。素晴らしいですね。下半身が出来上がりましたけども、なんかもスカートは3種類あります。1つ目が通常のデザイン、2つ目がちょっとひらめいてるような形状ですね。最後が椅子に座った時用の特別バージョンです。このスカートね、間違った使い方すると非常に危険です。皆様気をつけてください。
はい、そういうことで、寿屋の総裁少女庭園佐伯律花完成しました。所要時間はだいたい1時間くらいですかね。髪の毛を折っちゃいそうで怖い以外には特に気を使って作るようなところもなく、部品点数も抑えめでサクサク作れるんで、これから美少女プラモを作ってみたいなって方にはおすすめかなと思います。何よりもね、もうむっちゃ可愛い。もうむっちゃ可愛い。最高です。ちなみに椅子に座る用のパーツを正しく使うとこういう形になります。2杯履いたムチムチの足に足を組ませるとか、寿屋さんやっぱり頭おかしい。あと悪いところなんですけれども、髪の毛が繊細で折れちゃいそうで怖いってとこ以外には特にないです。あと作ってる最中は IQ が非常に低下しますので、家族に見られるとちょっと気まずい思いをするかもしれません。美少女プラモを見るたんびにですね、この子たちは一体どれだけ現実離れした体型をしているんだろうっていうのがちょっと気になってて、今回は少し測定をしてみようと思います。はい、測定した結果にスケール10分の1を掛け合わせるとですね、身長がだいたい160センチくらい、股下がだいたい82センチ、ここから計算される股下比率っていうのを求めてみますと、約 51% になります。この身長と股下比率に近い芸能人がですね、ローラさんだそうです。身の回りには絶対いそうにない体型ですね。続いてトップバストが62センチ、アンダーバストが47センチです。ワコールさんのホームページから該当するブラサイズを探してみたんですけれども、ありませんでした。というのもですね、ワコールさん取り扱っているブラサイズがアンダーバストが65以上みたいで、アンダーバスト47っていうのはかなり非現実的なサイズのようです。はい、そういうことで、寿屋の総裁少女庭園第3弾佐伯律花のレビューでした。なんというか、クソみたいなレビューでしたね。本当に申し訳ない。ただ今回いろいろ測定してみて分かったのは、こんな非現実的な体型をして可愛い女の子はこの世に存在しないですし、こういうこと出会うためにはもうトラックに引かれて異世界転生するしかないっていうのがよく分かりました。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画は以上です。これに懲りずにまた見ていただけたらなと思います。それではさようなら。